日本は多くの石油をイランに頼っているため、イランがこれから安定をしていくのか不安定化するっていうのは、日本が安定的にエネルギーを受け入れることを考えるととても大事な問題であります。トランプ政権かのようにまたイランとアメリカの関係が悪化してイラン核合意にアメリカ戻れないってなったら、もしかすると武力衝突が起こってイランから日本に行く石油が滞ってしまう可能性があります。そのためイラン核合意の行方について考えることはとても重要だと僕は考えています。はい、イラン核合意は2015年に成立したアメリカとイランとの間の合意です。そのイランが核兵器を作ろうとしてるから、アメリカは制裁をかけてて、だけどイランはずっと制裁を受けてきて、それ以上国が持たないなっていうことで、2015年に核兵器の材料となるプルトニウムの生産をやめるから、制裁解除してくださいねってアメリカに言って、そしたらアメリカがはい分かったって言って制裁解除した。しかし2018年にトランプ政権は一方的にこの協定から離脱しました。で、理由は4つあります。1つはこのイラン核合意というものが永久的な合意ではない。アメリカがこの核合意に関してイランとその交渉を続けているときにこれを永久的なものにしてくれないかっていうことを言ったんですね。でもイランとしては完全に核兵器を持つっていうその野望は捨てきれなかったんで、この合意は15年、経てばまたその再交渉しなきゃいけないものということで、永久的にイラン核兵器を作ることをやめさせるものではない。で、2点目はミサイルの製造を規制する文言がない。イランが陰で核兵器を作っていたら、もしかすると突然実際に使用される可能性がある。3つ目の問題点が現実査察が十分ではない。実際にアメリカの国連関係者がイランに行って核開発を行えていないかと確認する。このプロセスがあまり十分ではない。で、4点目がイラン核合意の中に武装勢力への支援にやめるということに関して言及がありません。イスラエルとかサウジアラビアとか中東諸国の多くはイランが支援する武装勢力と戦っているため、イランの支援をやめるように伝えていたんですけど、イランはその武装勢力支援を続けている。バイデン政権になって、一部の報道ではもしかするとイラン核合意にアメリカは戻るのではないかというような指摘がありますが、僕は2つのことが原因で非常に難しいと思います。1つ目の理由が共和党がもう大反対。共和党の最大の支持母体の一つがイスラエル寄りの政策を好む傾向があって、でイランはずっとそのイスラエルに対して敵対的な政策を取っていたんで、イラン核合意に反対しなければ選挙に勝てないという現状があります。で、2つ目、バイデンが核合意に戻れない理由は、外交的にも難しい。そして、中東の同盟国に話すことにつながることが挙げられます。2015年、核合意成立時にイスラエル首相に至ってわざわざアメリカの議会に来て、この合意をやめてくれというふうに言いました。この武装勢力への支援をイランがやめないのに制裁を止めるというのはどういうことなのかということで、すごい怒っていて、で、中東の同盟国の多くはイラン核合意におおむね反対でした。で、バイデンとしてはわざわざイラン核合意に戻って中東での同盟国の怒りを買うようなことはしないと思います。以上、政治的な理由、外交的には難しいということで、バイデン大統領になっても、アメリカはイラン核合意に戻るということはとても難しいのかなと思います。